タレ、スープ、油、具材、そして麺。日本全国には3万軒以上のラーメン専門店があると言われています。今回の京都地震はラーメンの麺にスポットライトを当てます。麺の種類は300を超え、北は北海道から南は沖縄まで42都道府県のラーメン店に麺を卸している製麺商が今回の主人公、麺屋定学知見義則さんです。僕たちは黒子なんですよ。でいわゆる指揮者はもう本当にラーメン店主さんで、だから本当にそのイチローのバットとかアスリートのスパイク作ってるようなそういう感覚ですね。それが難しくもあり面白いところでもあるっていう感じですかね。京都市南区にある麺屋定学は昭和6年に創業しました。全国のラーメン店から次々と問い合わせが入る麺作り。まずは小麦粉の選定です。定学が使う小麦粉はおよそ30種類。その中にはフランスパン用の小麦粉やうどん用の小麦粉まで、これらを数種類ブレンドします。この麺作りで知見さんが頼りにしている人が弟の和則さんです。それを混ぜることで、例えば食感をグッと上げたりとか、あと色合いをねちょっといじったりとか。パンはね比較的硬いんですよ。柔らかい粉に硬さを持たせたいっていう時はパンよく使いますし、この硬い粉は美味しいんだけどちょっと歯に触るっていう時はやっぱりうどん用語でちょっとブレーキをかける、とかそういうやり方ですね。定学の麺は知見兄弟の研究と研鑽によって作られてきました。食べまくりましたね。だからひどい時は年間で600杯ぐらい食べたこともありますし、もうその麺持っただけである程度どんな味になるかとか食感になるかとかちょっと分かってくるようになってきましたね。複数の小麦粉をブレンドし、卵のパウダーやかん水などを加えて混ぜ合わせ、粉に圧力をかけて生地にします。よく見ると生地が2枚作られていますが、ここがポイント。複合という工程で2枚の生地を1枚に圧着します。こうすることで麺の表面が滑らかで口当たりが良くなり、麺にコシが出て食感が良くなるのです。そうして出来上がった麺の帯を別の機械にセットして製品ごとに決められた厚さに伸ばします。最後に切り刃というローラーになったカッターで麺を切り出します。この麺は稲妻のような縮れが特徴のサンダー麺。個性が強いスープや味噌味、混ぜそばとの相性が良い麺です。断面が Y や T の文字に見えるウイング麺は、茹でると麺がねじれてスープが絡みやすくなります。麺の啓蒙っていうのは片一方にずっと持ってたんですよ。だから本当に一般に食べられる方が、例えば同じスープで同じ生地の麺の太いの細いのって食べ比べることってないと思うんですよね。だからよく僕カレーライスで例えるんですけど、一口の中のスプーンの中がね、太いとすごい麺の味を感じやすくなるのでご飯いっぱいな状態ですよね。で細いといわゆるルーが多いスープの味をよく感じるので、そのバランスっていうのがこんなに違うんだっていうことをいろんな人に知ってほしいなって思って、だから分かりやすい導入口をサンダーとかウイングっていうと麺にちょっと興味持ってもらえるかなって思って、そういう名前つけたんですけど。定学はラーメン店の多様なニーズに応え、ラーメンの個性を作る役割を果たしているのです。京都市下京区梅小路京都西駅のそばにあるこぶしラーメン。
ラーメン激戦区の京都。ミシュランガイドでビブグルマンにも選ばれた醤油ラーメンがメインの店。店主の山内さんは定額の麺を10年間使っています。僕らはスープを作るのが一応仕事なんですけど、それをスープに合わせた麺を作っていただけるのがちょっと魅力的やったっていうことですね。やっぱりこの同じ麺の生地でも形状を変えると味とかも食感とかも当たり前なのかもしれないですけど変わってきたりとか、その辺のその形状の工夫とか太さの面白さとかをちゃんと伝えてくれる麺屋さんやとも思うんで。ラーメン業界で特別な存在感を放つ知見さんですが、製麺所を引き継いだ当初は前途多難でした。継いでから決算書見せられてびっくりしたっていう感じですね。初仕事が小麦粉屋さんにちょっと支払い遅れますっていう電話を、それが初仕事やったのを覚えてます。知見さんが父である先代から事業を受け継いだのは2003年。それまでは一般企業の営業マンとして仕事をしていました。業績が低迷していた定額を立て直すにはどうしたらいいか。事業を受け継いだ1年後の2004年、京都のあるラーメン店から依頼された麺が定額を全国的に有名にしたのです。京都から全国のラーメン店の麺を支えている麺屋定額3代知見義則さん。定額の名前が全国的に広まるきっかけは、京都千丸しゃかりきというラーメン店からオーダーを受けたつけ麺用の麺 ST14M でした。2004年、全国的なつけ麺ブームで知見さんのところにも製麺のオーダーが入りましたが、当時つけ麺用の麺はまだ作っていませんでした。つけ麺用の麺には太くてもちっとした弾力があると同時に喉越しの良さが求められます。知見さん兄弟は1年がかりでパスタのリングイネをヒントに麺の断面を楕円形に仕上げた中太麺を作り上げます。この麺が大ヒットし、ラーメン業界で一躍有名になったのです。シンボルっていうか背骨っていうか、この麺から始まって、この麺いまだに売れてますんで、この生地は。しゃかりきの梶さんはその2004年2005年当時にうちが開発した ST の原型をこの2020年今も使ってくれてあるんですよね。僕からすれば僕らで初めて作り上げた麺ですし、初めてその京都の製麺所が京都のラーメン屋に卸したつけ麺用の麺なので、ここはもう僕も誇りを持って最後まで使い続けようかなと思ってますね。そして2018年頃から力を入れているのがこの EG8 というつけ麺用の麺やレイという麺です。この麺はコロナ禍でニーズが増えた伸びにくいテイクアウト専用の麺です。壬生に本店を構える背脂の神はテイクアウト麺を導入しているラーメン店の一軒です。テイクアウト用の麺はやっぱりお客様店からご自宅まで持って帰ってもらった時にやっぱり時間のここですぐ食べてもらうんじゃなくて時間がやっぱりかかるので、美味しさを結構やっぱキープしてくれる麺なのですごく使いやすいですね。もう絶大な信頼を僕は彼にはしてますね。麺自体の太さはもちろん、小麦粉に加える卵や水の量、麺に合わせるスープの濃度まで計算して製麺されています。コロナの時にすごい自分で感じたことがあって、ラーメン店主さんも自粛されておられたりとか、それこそ仕事がない状態の時にうちへの問い合わせがガッと増えたんですよね。それ何かって言ったら、そのコロナの後にこの今うちがやってるラーメンちょっとでもよくさしたいってブラッシュアップで電話してくるんですよ。
その電話がコロナの大変な時期にうちにかかってきたっていうところがうちのいるべき場所っていうかやるべきことなんだなっていうふうに痛感したんですよね。うちは本当にうまいものを真剣に追求していくような形のこだわりのラーメン屋さんの手助けができたらいいのかなというふうに思ってます。麺屋定学3代知見義則さん、そして一緒に麺を作り出す弟の和則さん。ラーメンの数だけ麺がある。知見兄弟の独創的な麺は日本のラーメンの可能性を広げていく希望の一筋なのです。